こんにちは。今日は大物があります。はい、はい、これ土佐水木の大きな盆栽です。去年の大宮の盆栽祭りで、ほぼいただいたと言っていいほど安いお値段で売られていたものなんですけれども、はい、この木自体は多分ものすごく古い木だと思うんです。ただこれすごく大きいので、今回植え替えする時にもし可能であれば株分けしたいと思ってます。もちろんこの株のまま育てるのが一番いいかと思うんです、せっかくこうやってねこうやって株立ちの、創生の、綺麗な姿になってますし、もったいないかなとも思ったんですけど、もしねここで綺麗に株分けできて形に様になるようだったら、この根元の株だけを生かして上の方は強く切り込んで吹かせ直して、せめて片手で持てるぐらいの、土佐水木にできたらいいなと思ってます。ちょっと疲れてちょっとさばいてきたんですけど、目洗いして綺麗に取ってきたんですけど、株が真ん中がちょっとパカッと割れてて、中の方が少し鎖が入ってる感じはします。前に持ってる方のアドバイスではナタでガンと4個でも5個でもブロックに分けて植え付けたらそれでまた作れるよっていうことだったんですけど、ここで割れそう、4つぐらいには割れそうなんですよ。このままで管理するよりやっぱりちっちゃくしたい、もったいないと思われる人もおられるかと思うんですけど、ちょっと自己判断でこれは、ちっちゃく株分けしていきたいと思います。さてこれなんだ、固定するのに使うのかな。ここから切れ目を入れて分けていきます。ごめんな。よし OK。 今回吹かせ直しを視野に入れておりますので一旦刈り込みました。そして、割れ目がありますのでそこに沿ってバキッとやってみようと思います。よいしょ。コブのこのくっついてるところを今切り離して、2つになりました。とりあえず2つになった。これはこれでもいいし、いい感じに作れそうな感じがします。中の方もうちょっときれいにして、1時間ぐらい格闘して、株分けできました。なかなかものになるようなものが、たくさん選出されましたので、12347個ぐらいに分けられたんですけど、一つはこれがここがねいい感じの模様が出ていて、こういう風にちょっとね流していく感じで、1本作れそうな良質の素材がゲットできました。まさかこの土佐水木もこんなにバラバラ解体事件になるとは思わなかったと思うんですけど一つ一つ状況を見ながら根を整理して鉢上げしていきます。これが使えそうだから走ってる根を切っておいて、この辺は上に向かって伸びてる根なんかを切って、よし。で強い根は元から取ってしまいます。
根の量が結構あるので、このくらい切っても大丈夫そうです。あとはこの辺は詰めてしまいますけど、この根元の方からちっちゃい芽が吹いてきますので、それでまた作り直すという感じでやってみようと思います。これはこういうここが面白いんで、穴が開いてるところが面白いんで、ちょっとこういうのを見せるようにして植え付けたい。他のも根をどんどん整理して植え付けてみようと思います。こういうのもね、コブになってるんで、そういうのを生かして作っていくといいかなと思います。はい、1日でちょっと作業終わらなかったので、2日かけてやりました。結局1株だった土佐水木は9つ9個の株になりました。ね、こうやってちょっと保護中なんですけど、はい、結構良くなりそうな素材ばかりになったので安心ほっとしてるんですけど、まずはこういうやつですね。最初にちょっといいなと思ってたやつですね。これがちょっとね焼け込みが入ってるところがあるんですけど、ここをこれ以上腐らせないようにして、ね、こんな感じで、ちょっとねこのくらいの木になったらいいんじゃないかなと思ってます。ちょっと形がアンバランスだなと思う。根元がちょっと細いかなと思ったのは、ちょっと仮止めですけど石をくっつけて石付きみたいにしようかなと思って、こういうものも作ってみました。8こういうね、ちょっと仮止めでちょっとちゃんとやんなきゃいけないんですけど、こういう風にしっかり石かませてしばらく作ってみようかなと思ってます。これでね黄色い花咲いたら可愛いですよね。あとはこういうコブたくさんありますので、こういうの3つまた作って、傷口は保護しております。でこれがちょっと一番面白いかなと思った、一番っていうか面白いかなと思ったんですけど、もともと根が太ってたところがひょろ長くなってて、細い根がたくさん下にありましたので、これちょっとなんていうか熱らなりみたいな感じで作れるんじゃないかなと思って、こうひょろ長いこういうやつもちょっと掘り出してみました。一番ちっちゃいのはこのぐらいのサイズのものが作れそうで、一塊の株で一番大きいのがこれになりました。これのもの、はい、こんな感じかな。こういう感じでちょっとこういうねうろじゃないけど、うろっぽく見せることもできて、いいんじゃないかなと。せっかく、立派な、土佐水木の盆栽いただきまして、好きに遊んでいいよっていうお許しいただいたので、そのお言葉に甘えて、こんなことになってしまいましたが、しっかり育てていい木にしてみたいなという感じです。花が咲くまでには2、3年かかると思うんですけど、その間ちょっと木作り楽しんでいこうと思います。今回のお仕事は終了です。